なんか日本人の付き合う感じとなんかアメリカ人の付き合う感じと多分違う。それを配られるのが授業の最初だから、それに間に合うように頑張るみたいな。Hey guys and girls, it's Kathy Cat. Today we're gonna hit the streets of Tokyo and ask the students here what studying in Japan is really like and what struggles there are. So let's go and ask Japanese. 日本から、アメリカに留学してて今一時帰国中です。何系の専門学ですか？語学系。トーフル。トーフルその英語の試験ですもんね。みんな受けなくちゃいけない感じですか？そうです、マストです。今留学行ったきっかけは？英語を喋りたいのとプラスファッションをあっちで学びたいなって思ったので、ダブルでできるんだったら留学かなと思って留学しました。日本人ならではの英語の勉強の難しいところは何ですか？発音です。日本人にない発音がほとんどなんで、多分そこが難しいと思います。 TH か L と R とか。そうですね。今どこに留学してるんですか？ロサンゼルスです。今カレッジに行ってます。今苦労するところは何ですか？必須の授業とかがすごい難しくて、授業がちょっとついていくの大変です。ファッションマーチャンダイジング、マーケティングの勉強なんで、そのファッションのデザインとかだったら楽しくできると思うんですけど、マーケティングとかだとやっぱ用語とかも難しいから、ファッションだけじゃなくて裏のこととかも勉強するのがすごい難しい。で、なんか文化も違うと思ってるので、それで困ってることはあるんですか？恋愛とかですかね。なんか考えてることとか価値観が全然違かったりとか、なんか日本人の付き合う感じとなんかアメリカ人の付き合う感じと多分違う。違いはどこなんですか？まず付き合ってくださいっていう言葉がない自然にみたいな感じです。なんかもうデート行っても自然に付き合ってることになってるんだよね。日本人は付き合ってくださいお願いしますって言って付き合うイメージがあるんですけど、アメリカではない気がします。私たちさも何回会ってるから付き合ってるよねみたいな、なんか聞くのも怖いけど、そういう感じですかね。そうですね。わかる俺が相手だ。学生時代みんなに聞いてるんですけど、一応大学何勉強したんですか？僕は電気とか数学系ですね。おー、すごい。数学？教育です。じゃあ日本の大学で一番苦労したことは何ですか？部活とバイトの両立がしんどかったです。おー、どういうことですか？なんかあんま勉強しなくて、勉強しに大学はあんま行ってなかったなと今振り返ると思いますね。じゃあ何パーセント勉強、何パーセント部活、何パーセントバイトですか？勉強が2割、あと4割4割で部活バイトみたいな。全然勉強しないです。どの部活とどのバイトだったんですか？バスケとあとカフェですね。バイトはしなくちゃいけなかったの？それともやりたかった？バイトは稼がないと交通費なかったんで、自分で頑張って。自分で頑張って賄って奨学金も払ってですね。じゃあ自分は何が大変だったんですか？大学時代。早起きですね。一限に間に合うかどうかみたいな、結構こう出席が大事だったりするんで、とにかく頑張って起きて、寝るみたいな感じですよね。早起きで何時ぐらい起きてたんですか？いやでも言うて9時とかからなんで全然早くないんですけど学生時代遊ぶので夜だいたいこう徹夜してそのまま授業みたいになってしまうと、とりあえず出席しようと、とりあえず起きて行って授業中に寝るみたいな、みんなそんな感じでした。授業中に寝るのは許されるんですか？いや許されないんですけど、別にそこまでこう厳しくないところだったので、みんなこう出席を頑張ろうみたいな感じでした。遅れたらなんかストライクアウトとかあるんですか？ありますあります。カードが配られて出席してますっていう自分の筆跡で書かなきゃいけないんで、それを提出できなかったら出席してなかったってなるんで、それを配られるのが授業の最初だから、それに間に合うように頑張るみたいな。自分はどうだったんですか？めちゃくちゃ頑張りました。バイトは週何回ぐらいやったんですか？週5でやってましたね。結構やってましたね。そうですね。で部活は週何回？週4回です。で勉強は週何回？nothing みたいなね。テスト前だけですよね、やるとしても。一番苦しかった勉強のなんかことは何かあったんですか？理系なんで、なんか卒業研究なんですよ。で、研究が大変でしたね。何を研究したんですか？移動体だから、なんかトランシーバーとか、携帯の無線とかについて全然わからないまま
話進んでいってわからないまま終わった感じです。じゃあ自分の卒論はそれについてだったんですか？もうほとんどコピペで最後はちょっと研究したみたいな。なんか今なんか監督笑いすぎてカメラがプルプルになった。わかるそうです。やる気ない大学生でした。僕は教育だったんで運動についてというか、僕野球やってたんですけど、そのピッチングフォームで腕だけ使うのと体全体使うのどっちが速いのとか、じゃあ腕と手首合わせたらとか全部合わせたら全体使って投げるのと変わるのかみたいなのを自分が投げるのを実演しながらやりました。で結構大変だったんですか、卒論は？いやでもあんまり言えないんですけど、半分コピペみたいなもんなんでゼミの教授がすごい優しくて、半分はちょっと引っ張ってきてもらってみたいな、そんなに大変じゃなかったです。学生時代の経験は今生かされてますか？そうですね、数学の計算って割と必要な時多くないですか、社会人になると。人並み以上には早く計算できるなと思います。最近役に立った数学とかあるんですか？パーセンテージの出し方とかそういうのが生きたかなと思います。自分の勉強は今の人生に役に立ってますか？真面目に言うと教育だったんで、人に教えるとか何か伝えるっていうのはかなり役に立ちますし、僕もバイトとか、サークルとか入ってたんですけど、人と仲良くなるとかコミュニケーション取るっていうのはいろんな人にあったんで、めちゃめちゃ役に立ちました。じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございました。So many Japanese students don't seem to study much during their student years. Well, is that news to you or are you familiar with that? To be honest, when I was in Germany, I studied so hard. We had constantly tests. It was a nightmare. And when I went to the UK, I still studied very hard, but I saw that depending on which subject people were choosing, they didn't study as hard, or they left it last minute and still somehow managed to pass. So yeah, wherever you go, studying can be slightly different. However, in Japan, what I've seen a big trend is because the universities are quite pricey, they're kind of rivaling around the money that you pay also in the US for certain universities. Parents seem to be saving up most of their children's lives in order to make it possible for their children to actually go to university because it can be quite pricey. There are private universities which are so expensive that barely anyone can afford it, and they also have public universities which then are really hard to get into because everyone wants to enter those and the tests are pretty tough. Again, the whole situation of trying to get into university can take people up to years to actually make it into because the tests are tough, there are loads of rivalry, and you have to pass a lot of tests, and sometimes they're happening at the same time, so you can't even apply at several universities at the same time. Quite tough. It's actually very, very hard. I've mentioned this on my channel before, especially when you want to go into medicine and similar very prestigious subjects. Yes, also because the majority of people seems to graduate here in Japan with a university degree, it's kind of frowned upon if you come to Japan and you don't have a degree. Generally, the majority of Japanese people I know owns a university degree. It's just a thing to do here. There are not as much apprenticeships, for example, as you would find in Germany, which means generally I would always recommend you guys, if you want to come to Japan and live here for a while, to have a university degree. The general question is, what makes you more employable than a Japanese person? And if you haven't studied that, 20-30 years back, it seems to be a big issue, and it seems to also show what kind of person you are. How hard did you work? What university did you get into? What did you study? People will still ask you that for years to come. So yes, bring a university degree when you want to live here for a longer time. I hope this helped you guys. If it did, don't forget to subscribe and also leave a big like on the way out. Big fat like on the way out. And I'll catch you soon for more stuff here from Tokyo coming out to you. Thank you guys. Bye.